どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした30センチキューブ気候石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらも見てやってください。立ち上げから1ヶ月、だいぶレイアウトとして様になってきました。前回は水草が生い茂り出して初のトリミングを行い、小さい水槽ながらも水草の道ができたところまでをお届けしています。そんな軌道に乗ってきた水槽なんですが、今回はついに生態を導入していきます。個人的にめちゃくちゃ好きになったすごく面白くて可愛い小型生態なのでお楽しみに。今回の生態は珍しく実店舗購入してきました。やっぱり知らない生態は実際に目で見て選ぶに越したことはないですよね。まあ九州だとあまりショップがないのでネットに頼らざるを得ないところが悲しいですが、他の購入品は今回の生態導入動画とは関係ないので、気が向いたら別動画でお見せしたいと思います。今回紹介する生態は潔く1匹のみ購入。自分は基本的に複数匹購入がデフォになっているので、いつもご視聴していただいている方は頭でも打ったのかと心配されるかもしれませんが、正常なので大丈夫です。もし狂って見えてもそれはもともとです。というわけで今回紹介する生態はこちら。パラドックスフィッシュ。価格は確か1000円前後。こちらはショップで初めて見かけた生態で、今まで存在を全く知りませんでした。なんかユニークな見た目と可愛さに一目惚れしちゃったんです。詳しい価格を覚えていないのは購入してから何ヶ月も経過しているからです。本当は購入するたびにメモっておいた方がいいんでしょうけど、ズボラなんで申し訳ない。パラドックスフィッシュはインドストムス科インドストムス属に属する東南アジアに生息するタツノオトシゴの仲間です。マックスサイズでも3センチ程度ととても小型な熱帯魚で、面白い見た目からも人気な生態です。最大体長 3.5 センチ、適正水温22から26度、水質は中性から弱アルカリ性、餌は生き餌が基本となっています。タツノオトシゴの仲間ということで特徴的な顔つきをしているんですが、言われてみればなんか似てますよね。先細っている口はまさしくタツノオトシゴ。以前紹介したダツの仲間のゴールデンデルモゲニーも口が尖っていますが、そちらとは若干違います。どこら辺が違うのかは口では説明しづらいですが、やはりタツノオトシゴっぽさが前面に出てますね。パラドックスフィッシュは1929年にミャンマーのインドージ湖というところで発見されたのが最初らしく、一属一種の面白い生態として登録されました。その後1999年に生息地ごとに種が分かれ、現在はミャンマーの他にタイ産、マレーシア産の3種類に分けられたようです。飼育難易度はやや難しく、小さく臆病な性格のため混泳魚には気をつけないといけません。おそらくカージナルテトラなどの小型カラシン程度なら大丈夫だと思いますが、気性の荒いシクリッド系の生態と一緒にすると弱ってしまうかもしれないです。基本的に水槽内では水草などの物陰に隠れていることが多いため、他魚に追いかけ回される危険性を鑑みると単独飼育がベスト。人工飼料は全く食べず、沸かしたてのブラインシュリンプやミジンコなどの小さい生き餌が必要となってきます。まあ、タツノオトシゴと同じくらい小さな口をしているので、生き餌じゃなくても小さな餌は必須ですね。この事前情報をもとに飼育を始めたんですが、実はこの水槽に導入する前にサテライト内で隔離していました。先ほどお話ししたように餌は生き餌しか食べず、ブラインシュリンプを主食とするので、導入してすぐちゃんと食べてくれるかが心配だったんですよね。うちは基本的に2日に1回必ずブラインシュリンプを沸かしているので、餌自体は問題ないのですが、単独だとちゃんと餌だと認識してくれるかが不安。熱帯魚を長く飼ってるとわかると思うんですが、魚って意外と周りを見てて、
他の生態が餌を食べていると、それにつられて初めて食べる餌を餌と認識して食いつくようになるんです。なので複数匹導入しておけば、いずれかの個体がトリガーとなって全員が食べてくれるようになりますが、このパラドックスフィッシュのように1匹で購入した場合は、しっかりブラインシュリンプを餌と認識してから導入するようにしてます。特に臆病な性格のようなので、物陰に隠れてブラインをスルーしちゃうかもしれませんしね。なんか映像では金色に見えて綺麗。ちなみにパラドックスフィッシュという名前でピンときた方もいると思いますが、パラドックスというのは親殺しのパラドックスで有名なあのパラドックスです。ショップで購入した時はなんでパラドックスなんだろう、何が矛盾しているんだと思っていたんですが、よく調べてみると、基本海に生息する幼獣王の仲間が淡水に生息していることを指して矛盾と称したことが由来になっているそうです。こういう生態の名前の由来を調べるのも面白いですね。皆さんが慣れ親しんでいる生態にも何かしら名前に理由があるかもしれません。というわけで導入していきます。さすが臆病な性格、その場でホバリングしてなかなか出ていきません。出ていきやすいように傾斜をつけながら待っていたら、自分からスッと出ていってくれました。導入直後の映像がこちら。噂通り物陰に隠れるのが好きみたいですね。ストロキネレペンスを傘のようにしてその場に漂っています。こうやって見るとつぶらな瞳におちょぼ口がマッチしててとんでもなく可愛いですね。あと映像では見えにくいですが、小さいヒレを高速で動かしながらホバリングする姿は悶絶級。真横から見ると顔だけではなく体型もユニークで、お腹あたりは結構ずんぐりしているんですが、尻尾は針のように細いです。語彙力が貧弱すぎて、このパラドックスフィッシュの可愛さを存分に伝えられないことがすごくもどかしいんですが、少しでもこの可愛さが画面越しに伝わってくれることを祈ります。やはり導入直後ということもあって、最初は水槽壁面らへんを漂っています。これから落ち着いてくれれば自分のテリトリーを見つけてそこに定住してくれることでしょう。あとよくある導入直後の色抜けもあまり感じられず、しっかりと茶色い体色が出ているのもいいですね。熱帯魚は派手な色の方が目を引きやすいですが、こういう地味だけどよく見るととてもチャーミングなやつも好きです。というわけで導入から4ヶ月後の映像がこちら。あまりにも撮影スパンが長すぎて、水槽が先ほどの映像と違い汚くなっているのは許してやってください。4ヶ月というのは正直どうでもよくて、一番お見せしたいのは給仕シーンなんです。見てもらったらわかると思うんですが、食べ方がマジでユニークで可愛い。一瞬過ぎて分かりづらいんですが、近くにブラインシュリンプが来ると首をシュッと横に動かして器用に1匹ずつついばんで食べるんです。これを観察して気づいた時はマジで心を打たれましたね。先ほどから可愛い可愛い言ってたんですが、食べてる姿も可愛すぎてやられました。器用にその場でホバリングしつつ、狙いを定めて一瞬にしてブラインシュリンプを捕食する姿は本当にキュート。この映像を皆さんにお届けできてマジでよかった。というか、この動画はこの食事シーンを見せたいがために作ってるまであります。ちなみにこの映像を撮影しようと思い立ったのが4ヶ月後だったので、このタイミングになりました。だいぶ期間が空いてしまいましたが、いい絵が撮れて大満足です。そんな感じで導入して数日間はちゃんと生きているか心配だったパラドックスフィッシュも、今では半年以上育成し健康に過ごしてくれています。最初は物陰に隠れて全然出てこなかったので、いつの間にか死んでしまったのではないかと不安だったんですが、ここまで来れば安心。もしかしたら気鉱石を大量に使っていたため pH がアルカリによってたのもうまく育成できた要因かもしれません。あとは水草や石が多く隠れる場所が多かったのも良かったですね。この水槽はレイアウトも結構気に入っている部類なんですが、こういうマスコット的生態が1匹いるのも合わさって
観察するのがより楽しい水槽になりました。映像にちらっと映っている生態でお分かりの通り、推奨されている単独飼育ではありませんが、温厚な生態をチョイスしたおかげか婚営にも成功しています。なかなか店頭で見かけることがない生態ではありますが、マジで可愛くて癒される熱帯魚なので、皆さんにもこの可愛さと魅力を少しでも感じ取ってほしいです。今となっては好きな生態トップ10に入るくらいに気に入ってしまいました。ただ若干育成のハードルが高いことと、ブラインシュリンプを必ず沸かさないといけない点は普通にネックなので、そこを許容できる方は買ってみてください。半年以上育成しても全く大きくなる気配もないので、小型水槽でも十分育成できると思います。自分の成功した環境から推察すると、水流が強くなく隠れ家が多い弱アルカリ性の水質が鍵となっている気がしますので、参考にしていただければ幸いです。調べてみるとチャームでも販売がされているようなので、どうしても近くのショップにいない場合はチャームで購入するのもありです。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェック。今後もこうやって気になった生態を導入し、実際に飼育してみた感想や魅力をお届けしていくので、気に入ってくれた方はチャンネル登録して新しい動画も見ていただけると幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。